頭おかしなるで。ガタンゴトンキーキー。あーいあーい。あ。ちゅんだわい、騒音で発狂する。こんな感じか？誰やねん慣れるとか言ったやつ。思ってたより音うるさくないよな。うるさいわ。その分安いやん。まあ嫌でもワイは引っ越す。慣れるぞ。少なくとも俺は気にならない。ワイも鈍感な人間になりたかった。爆音ではないが普通にうざいわ。何回7や。振動は？踏切は？始発いつ？振動はない。踏切は知らん。始発はすでに動いとる。弦からおかしい定期。さらにおかしなる。地獄やろ。ADSL 時代は電車が通るたびにネットが切断されてたという事実。なんで振動のせい？全然気にならんけどな。駅近で便利やし。音が聞こえて気にならないなら最強。部屋の位置が悪いんかもな。慣れるで。線路側で窓が1壁全面なんや。田舎なら気にならんやろ。地獄や。どうせ回数も低いんやろ。7や言うとるがな。後に聞こえなくなる。最大の敵は貨物列車。絶対聞こえるわお前らが思ってる以上に聞こえるぞ。アパート一階で10無、100無先に2つの踏切がある部屋に住んだことあるから間違いない。人間なれるのよ。生きやすそうやな。ワイも実家が真裏が線路でうるさいで、テレビの音が聞こえなくなったりしてイライラする。エロ音声聞いてる時に邪魔されたら頭おかしくなりそう。目の前が国道やけどいつも6時くらいには起きるわ。線路横に引っ越して1ヶ月、特に問題ない。上の部屋の子供3人が予想外やった。耳センスやええやん。撮り鉄にとっては天国。ワイは家の前の車の音がうるさい。線路のうるささは東京かかっぺかで大違いやからな。平気とか言ってる奴らは大して本数多くないかっぺ。集中したい時にふとガタンゴトン聞こえるんやぞ。RC？ カンパチ沿いに住んでるワイの方がうるさいでおそらく。カーテン20や。ど田舎やけどイラつくぞ。東京だったら噴死するわ。本数多いんか知らんけど大阪らへんや。新幹線の線路沿いに住んでるけど振動すごい。ノイキャンイヤホンすればいい。たくさん電車見れてよかったやん。線路のそばに住んどるけど半年に1回ぐらい夜中にブーンガタンとくっそうるさい保線工事しやがるで。うるさいだけやなく振動がひどいんや。電車とか興味なさすぎて。20窓にしろや。DIY でも3000円くらいでできるぞ。そんなんあんの？マジ？ YouTube でいくらでも載っとる。あんまプラ段ボールとか意味ないで。音を遮るのは重い物質だから。軽いプラ板は遮音効果は薄い。だから防音カーテンは重たい。やらないよりマシやろ。対策限られてるんやから。ほんまうるせえ。家が揺れるよな。新幹線とかやばそう。わい、JR 東海道線沿いに暮らしてたけど、夜中も貨物列車通るから気が狂いそうになったわ。駅の真ん前に住んどるけど窓閉めてたらそんなうるさくないな。駅近やと速度落ちるけど逆に途中の線路に近い方がスピード出ててうるさいんかな。駅の真ん中で草。めくら？そうわよ。木造なら救いようない。多分木造やなそもそも壁薄いし。7階に住んでて木造なわけねえだろ。7階かよ。RC なのにそんな音響くんか？俺は線路の真横やが全然気にならんわ。壁叩いて軽い音するのなんて言うんや。軽量鉄骨のアパート揺れたんやが。駅の手前で単線だから大丈夫かと思ったんだけどちょうど真横が切り替えみたいでガタガタき。壁叩いてくっそ軽い音するでこれが何かわからん。あと壁一面が窓なんや線路側の壁が。まあ多分鉄筋コンクリート作りやろ。壁はボードだから音は響くよ。軽量鉄骨は木造と大差ないからな。そうなのか。主要構造部が鉄骨ってだけだからね。鉄筋コンクリートとは雲泥の差やから次からは気をつけるやで。警察署と消防署の近くやけど緊急車両のサイレン慣れたら何も気にならん。うちの猫もすやすや寝とる。すれ立ててから10本以上電車通っとるぞ。一致成仏してくれメンス？ちなみ貨物列車も普通に通る。貨物列車やばいよな。気違いみたいに音立てて通るよなあれ。音は慣れるけどテレビとか見れんのよな。深夜とか貨物列車が走ってる時間は窓開けてたらやばいわ。特急踊り子とかいう爆音もそろそろ終わりか。
常に電車音鳴ってるならノイキャン機能あるヘッドホン買えばいいねん。Y 実家高速道路横で育ったから少々の騒音は気にならん。夜中によく外線車とか走ってたな。隣の部屋のやつが歩いて玄関の電気つける音とか普通に聞こえるぞ。伊丹空港の真裏の Y に比べたらマシやろ。道路の目の前に住んでるけど車の音うるさすぎるわ。線路の近く住んでた時は気にならなかった歩いて1、2分の距離やと音もだいぶ小さくなるんかな。これ気にならんやつほんま羨ましいわ。せめて二重窓は必須やろ。電車とか好きそう。他の部屋の生活音を相殺してくれるからええやん。道路の前はうるさい。マジで今もタイヤの音うざいわ。何分に1本くらい？ Y 来年から線路沿いだから教えてほしい。10分に8。草そりゃ辛いわ。Y のところは10、15分に3両編成が1本だから耐えられるかな。それくらいならまあいいかもしれん。それでもイライラはしそう。線路沿いやけど一部高架になってるからか音が軽減されてるわ。15分に8かも。実際何無くらい離れてるんや？もうビタビタ？二重窓にする費用3000円。窓の機密強化費用800円。厚地のカーテンへ変更費用8000円。カーテンライナー導入費用1000円。とりあえずやれることやれや。隣の部屋の物音が聞こえる壁やのにこんなん意味あるん？正直エアコン配管とか換気扇とか壁に穴開いてるところが一番うるさい。エアコンの配管は普通はパテで埋めてあるやろ。換気扇は使用しないなら段ボールで塞げ。塀1枚隔てて航空自衛隊の Y の実家よりマシやん。Y とこも夜8時で終わる分米軍よりマシやで。仕事で入間基地の近く行ったけどあらひどいわ。道路挟んで向かいが線路やけど全然聞こえへんわ。どちらかというと大きい道路ある方が暴走族でうるさい。うぴーはよ。その気になったらすぐ電車乗れて羨ましい。駅はもうちょい先やぞ線路があるだけや。お前ら絶対特定するやん。やっぱり線路沿いはあかんか。JR の線路継ぎ目部分だと悲惨やろな。ボルト止まってないから金属音ひどいねや。まさに JR や。振動がやばい。JR の線路4本や多分。Y は国道沿いのマンションやけど夜中に暴走族がブオンブオンやかましいから駆除してほしいわ。マジでんでほしい。ピアノ線やな。暴走族を生んだ両親もんでほしいよ。一本奥の道路でさえ暴走族くっそうるさかったから直接面してたらうるささがやばいな。うちは20窓にした。気密性悪いとこ早だな。気密性高いと気にならない。私鉄だとちゃんと枕木とボルトは固定されてるんや。束は補線手抜きしとるから。ワインチは都心の大通り沿いやが道路を東京五輪用に騒音がしない素材に変えたから車の走行音はめっちゃ静かになったぜ。貧乏なんか？生保よりひどい部屋やん。すぐ慣れるやろ。近くに新幹線通ってたとこ住んでたけど慣れたわ。1年でストレスがさらに増えたぞ。多分30無くらい離れてるけどそこそこうるさいんやけどそれより近い人ってすごいな。線路から1区以上離れてるのに川の鉄橋渡る時の音が夜間は気になる。駅近目の前線路の物件住んでた時気が狂いそうやったけど1年もしたら慣れたぜ。角部屋最上階やから何も考えずに部屋選んだワイもあかん気もするけど。まあ最上階角部屋は人気やししゃあない。新築だと真っ先に申し込み入るし。ただ7階でそこまで線路の音が気になるなら次はちょっと不便でも住宅街にした方がええな。揺れるよりマシ。それでもこんな音響くと思わんやん。耳がビクつく。家賃安いんか？周りよりは安いな。MOLDEX の耳栓替え。サイレンシアはクソ性能やからダメだぞ。買ったけど常につけてたら耳おかしなったからやめたぜ。嫌すぎて家降りたないもん。やっぱ業者は電車来ない時間見計らって案内しとるんか。テレビが聞こえなくなることくらいやな。Y も線路沿いマンションやけど全然気にならんわ。ベランダの壁分厚いコンクリやし窓も分厚いからかな。ちなみに Y は不動産投資家でオーナー業やっとるものやが、RC でも当然限界はある。同じ RC でも構造によってはそこそこの差があるから注意するやで。聞きたいことあるんやけど上の階がリフォームしてくっそうるさくなったんやけど1階じゃないのに1階のフローリング敷くことってある？1階じゃないのに1階のフローリング敷くってどういう意味？ちょっと状況がわからんから詳しく。
多分全面フローリングにした。住んでる人が変わったっぽいからうるささが違うのはわかるんだけど、それにしても音がよく聞こえるなんでこんな音すんのってレベル。前まではほとんど騒音なし。Y が住んでたところの1階に公文式が入居。矢印。駐輪場がないので共有部がガキの自転車で溢れる。住人駐車場で入り口を迎えに来た親が車で塞ぐ。周辺の側溝におにぎりやパンの包装ゴミが散乱。公文講師はゴミの掃除や自転車の整理をすることなく、住人駐車場の1台分のところに車を2台縦列駐車。隣の部屋のやつ洗い物しとるわ。木造か？神経質なのになんで線路沿い選んだんや？今まで特に気にしたことはなかった。そうか。マグロ漁船だと神経質な人は発狂するから乗るな。食器カチャカチャ聞こえる時点で欠陥住宅やろこれ。これやろ原因。林家の音が気になるなら分譲賃貸にするんやで。人間ってすごいもんで最初は始発の時間に起こされてたのに今は踏切の鐘が右耳から左耳に抜けていくわ。耳栓聞かんのか？ JR なら羨ましい。全く嬉しくない。今回は衝撃目の前が線路のマンションに住み始めた結果、予想もしない末路というスレを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。